今日はね、2つ目のポイント、大事なポイントをお伝えしていきたいと思います。ある文献から引用ですが、定勝部ってここですね。定勝部には土踏まずを作らないという注意項目が書かれています。というのはどういうことかっていうと、土踏まずをここから作らないという意味です。ここに、特別に海洋や病変、血斑などがある場合は保護的にこっちから土踏まずを作って作ってあげた方がこの牛の病変部に対する不自由の軽減を図れるとは思いますが、基本的に何もない爪では低勝部、ここには土踏まずがあっては ならないとなっているので、ここを1ミリでも5ミリでも分かりやすくしっかりと線が引けるほど残してありますが、1ミリでも5ミリでもここは残したところから土踏まずをこう作ってきてください。そのためのポイント2です。あとはここのね、後ほどここにも角が残るので細かい処置でありますが、それはまた別の動画で教えていこうと思います。今日大事なのはここを残すという、ことを、実践を使ってやっていきたいと思います。それでは、実践動画の方へ。今日は先ほど紙で説明しましたが、紙で説明していた位置って言ったら定称譜面がここまでありますよね。ここまであったらここからこういう土踏まずは作らないってことですね。土踏まず定称譜面を少し残す。こういうふうに糜爛や、病変があった時は、どうしようもないんですけど、こういう時以外はちゃんと作った定定定の譜面の一番上必ず残しましょうという話です。例えばこうですね。ここは残しましょうっていう話です。また後で説明するんですけど、最大 OK 部がこっちより細いので、細い時はの半分ぐらいまでで支点と終点を揃えると形がよく綺麗になるので、こっからは始まってるならこっちもこっから始めて、狭い方の爪の土踏まずは広くなりすぎないようにというのと、土踏まずだけじゃなくてここですね。今日は特に意識してやっていこうと思うのはここです。これを意識して小さい土踏まずを作ろうとするならやっぱり細い鎌の方がいいので、こういう使い終わるかなぐらいの細い鎌を用意してください。もちろんここからなので、これより上からは土踏まず、鎌をかけれないので、ここから必ず入れるように。その時に内定と外定の高さをしっかりとこう段違いに指で押し上げてあげることによって、この鎌のこっち側が邪魔になりにくくなりますので、そこを意識して土踏まずを取っていってください。これもここを残すが今日の一番のメインのテーマです。
これを意識していくとここの低小譜面低小部に土踏まずを作らないというのがこれでできてきます。今ね爪の切り方ばっかり2日間やったんですけど、もっと大事なのがやっぱ複定ね。もっと大事っていうか複定も、ひづめなんで複のひづめ、このひづめっていうのは、中指と薬指これを削ってるのがこのメインの方のひづめです。この2つのひづめに当たるところは、小指、これがどっちが内定か多分こっちが内定でしょうけど、内定だったらこっちが人差し指、こっちが小指になってくると思います。こっちが内定かな。内定だったらこっちが人差し指、内側に来る方が人差し指、外側に来る方が小指になってくる。これもね伸びてたら当然、普段の営業も当然ですが、こうやって、両方同じような形に短くひづめを短く切ったり削ったりするのが僕たちの仕事なので、これもお忘れなく。これも必要な作業です。で大会なんかになるとね、短くてもちょっと切ってアピールしておくといいと思います。複定の処置っていう項目もあるので、これも角を丸めて、もし短すぎる場合はねテーロで傷つけてるだけでもちゃんと傷つけた跡が残ってれば、しっかり処置しているなっていうふうに見えますので、そういうふうにやっていってみてください。では今日は以上。また練習していってください。その次にまた3つ目のポイントを伝えていきます。次の動画楽しみにしてください。私のところでは個人事業主として一緒に作庭日本一を目指してやってやろうという方を募集しております。同時に新規作庭依頼も受け付けております。今日の動画が勉強になった、参考になったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、いいねよろしくお願いします。